東京には何がありますか？東京の公園はとても広いです。太陽がキラキラしています。15歳のみゆさんは静かなベンチに座っています。みゆさんの手には一通の手紙があります。それは田舎に住んでいるおばあちゃん、しじゅこさんからの手紙です。みゆさんは手紙を読みました。東京は大きな町ですが、大切なものがあります。東京で心を探してください。と書いてありました。みゆさんは顔を上げました。目の前にはとても高いビルがたくさんあります。ビルの中に心があるのかなと彼女は思いました。近くに掃除をしている男の人がいました。名前はたかしさんです。みゆさんは、こんにちは、と元気に挨拶をしました。たかしさんはニコニコ笑ってポケットから古い地図を出しました。これをあげましょう。東京を歩いてみてね。とたかしさんは言いました。みゆさんはスマートフォンをカバンに入れました。今日はスマホを使いません。地図だけを持って歩き始めました。しばらく歩くと小さな花屋を見つけました。お店の人は花を一本ずつ丁寧に拭いています。とても優しそうです。東京はビルだけじゃない。暖かい場所もたくさんあるんだ。みゆさんの心は少しポカポカしてきました。すると大きな看板が見えました。そこには商店街という文字が書いてありました。みゆさんは商店街に入りました。そこには人がたくさんいてとてもにぎやかです。いろいろな場所から元気な声が聞こえます。安いよ、新鮮な魚だよ。魚屋の三郎さんが大きな声で叫んでいます。みゆさんはその声に少し驚いて足を止めました。あら、みゆちゃん、こんにちは。近所に住んでいるえつこさんが優しく言いました。知っている人に会ってみゆさんは安心しました。えつこさんは八百屋で野菜を選んでいました。みゆちゃん、野菜は新鮮な方がいいですよ。これを見てごらん。次に果物屋のみのるさんが言いました。お嬢ちゃん、これを食べてみて。みのるさんはりんごを一口くれました。みゆさんはりんごを食べました。甘くておいしい。みゆさんの心はもっとポカポカしてきました。商店街の人はみんな温かいです。えつこさんの荷物は重そうでした。えつこさん、私が持ちましょうか？みゆさんはえつこさんの袋を一つ持ちました。商店街はビルの中にある店と違います。ここは元気な声がたくさんありますね。とみゆさんは思いました。商店街の出口の近くに古いおもちゃ屋がありました。そこにはカラフルで楽しそうなおもちゃがいっぱい並んでいます。するとお店の前で小さな健太くんが泣いていました。どうしたの？みゆさんは健太くんの隣で足を止めました。どうしたの？大丈夫だよ。みゆさんは優しく言いました。目の前には泣いている男の子がいました。
彼の名前はレン君です。彼は手に赤い風船を持っていました。お名前は何ですか？何歳ですか？みゆさんはゆっくり聞きました。レン君は涙を拭いて、レン、4歳。と小さな声で答えました。レン君は駅の方を指しました。あっちにお母さんがいるの。彼は少し安心したようです。風船が風でふわふわと揺れました。みゆさんは周りを見ました。近くに交番があるはずです。一緒に行こう。警察の人に助けてもらおうね。彼女は辺りを探しました。みゆさんはレン君の手を握りました。二人はゆっくり歩き始めました。彼は彼女の手をぎゅっと握り返しました。私も小さい時、田舎の村で迷子になったことがあるなぁと、みゆさんは思い出しました。あの時はとても怖かったですが、今は誰かを助けることができます。交番に着きました。中には警察官の守さんがいました。迷子ですか？心配しないで、大丈夫ですよ。守さんは優しく言いました。すると、一人の女の人が走ってきました。レン、よかった。かおりさんは泣きながらレン君を抱きしめました。かおりさんはみゆさんに何度も何度も頭を下げました。本当にありがとうございます。助かりました。みゆさんは少し照れて笑いました。守さんは言いました。君はとても立派だね。これは私からのプレゼントです。彼は古い図書館のパンフレットをくれました。みゆさんは自分が役に立ってとても嬉しかったです。みゆさんは警察官からもらったパンフレットを持って古い図書館へ行きました。それはとてもきれいで大きな木の建物でした。図書館の中に入るととても静かでした。新宿駅はにぎやかでしたが、ここは別の世界のようでした。みゆさんは少し緊張しました。奥の方に一人のおじいさんがいました。この図書館の司書の佐藤さんです。彼は優しく言いました。こんにちは。何か探していますか？佐藤さんは一冊の重い本を机の上に置きました。それは50年前の東京の写真集でした。表紙は少し古くなっていました。みゆさんは本を開いてとても驚きました。昔の東京にはたくさんの大きな木や森がありました。ビルよりも緑が多かったです。彼女は写真の隣にあるお話を読もうとしました。でも難しい漢字がたくさんありました。みゆさんは読み方がわからなくて困りました。大丈夫ですよ。一緒にゆっくり読んでみましょう。佐藤さんは隣に座って一つずつ言葉を教えてくれました。二人は街の変化について話しました。昔の写真を見てみますと、今の東京と比べると本当に面白いですね。と佐藤さんは言いました。みゆさんは新しい言葉を自分のノートに書きました。今日学んだことを忘れないように一生懸命メモをしました。佐藤さんは古い地図の小さな場所を指しました。ここに
隠れた神社があります。今もまだありますから行ってみてください。みゆうさんは図書館を出ました。佐藤さんに教えてもらった地図を持っています。ここに行ってみようと言いました。外はとても明るいです。高いビルがたくさんあります。東京はとても大きくて賑やかな街です。みゆうさんは少し迷いました。右も左もビルばかりです。地図を見ましたが、道がわかりませんでした。近くに一人の男の人がいました。会社員のこうさんです。みゆうさんは、すみません、神社はどこですかと聞きました。こうさんは地図を見ました。ああ、あそこですよ。ビルの後ろにありますよ。と優しく教えてくれました。みゆうさんはビルの間の細い道を通りました。高いガラスの壁に青い空が映っていました。ビルの後ろに小さな神社がありました。ここはとても静かです。車の音も聞こえなくなりました。神社の真ん中にとても古い大きな木がありました。何年も前からここにある木です。とても立派でした。みゆうさんは木の下に立ちました。涼しい風が吹いて心が落ち着きました。東京の中にこんなに平和な場所がありました。ふと足元を見ると何かが光っていました。古い木の下にかわいい猫のキーホルダーが落ちていました。みゆきは神社の近くを歩いていました。そこでおばあさんの千代さんに会いました。千代さんはとても困っています。私の白い猫がいなくなりました。と言って泣きそうな顔をしていました。みゆきは千代さんに言いました。私が手伝います。一緒に猫を探しましょう。みゆきは東京で困っている人を助けたいと思いました。少し疲れていましたが、元気が湧いてきました。猫を探しているとき、みゆきは一人の青年に会いました。彼の名前はレオです。レオも猫を探していました。こんにちは。僕も千代さんの猫を探しているんです。と、レオは明るく言いました。二人は別々の場所を探すことにしました。僕はあっちの公園へ行きます。みゆきさんはこの近くの狭い道をお願いします。とレオが言いました。二人は力を合わせることにしました。みゆきは道で男の人のユウさんに会いました。みゆきは丁寧に聞きました。すみません、この近くで白い猫を見ませんでしたか？ユウさんは、見ていないな、と答えました。みゆきは歩きながら考えました。友達と一緒に何かを探すのは楽しいな。一人じゃないからもう寂しくないです。東京の道は少し複雑ですが、みゆきの心は明るかったです。突然、みゆきは素敵な古い家を見つけました。その屋根の上に白い猫が座っていました。あ、見つけた！猫は高いところでじっとしています。みゆきは嬉しくて声を上げました。そこにレオが走ってきました。みゆきさん、見つけましたか？レオは壁を少し登って猫を優しく抱き上げました。みゆきは下でそれを見て拍手をしました。二人のチームワークは完璧です。二人は千代さんの家に行きました。白い猫を返すと千代さんは涙を流して喜びました。本当にありがとう。お礼にお茶を飲みましょう。と千代さんは二人を誘いました。帰るとき、レオが笑って言いました。
みゆきさん、明日は僕の語学学校でお祭りがあります。ぜひ来てください。みゆきは、はい、行きます、と答えました。新しい友達ができて、みゆきはとても幸せでした。みゆは、レオさんの語学学校に着きました。学校の中はとてもにぎやかです。レオさんがみゆを見つけて、笑顔で手を振りました。みゆさん、こんにちは。来てくれてありがとうございます。教室に入ると、いろいろな国から来た人がたくさんいました。アメリカ、中国、ブラジルなど、みんな楽しそうに話をしています。レンさんという男の人がみゆに挨拶をしました。みゆもお祭りの準備を手伝うことにしました。私は何を作りましょうかと聞くと、レオさんは、きれいな花の飾りをたくさん作りましょうと答えました。2人は一緒に作業を始めました。その時、大変なことが起きました。机の上のコップが倒れて、水がこぼれてしまいました。みゆが一生懸命に作った紙の花が濡れて、ボロボロになりました。あ、どうしよう。レオさんとレンさんがすぐにみゆのところに来ました。大丈夫ですよ。もう一度一緒に作りましょう。とレンさんが優しく言いました。レオさんもうなずいて新しい紙を持ってきました。3人は日本語を使って一生懸命に話をしました。この青い紙を使いましょう。このハサミを貸してください。みんなで協力して前よりももっとたくさんの飾りを作りました。みゆは作業をしながら思いました。日本語は教科書の中だけじゃありません。人とつながるための大切な道具です。言葉を使ってみんなの心が一つになっていくのを感じました。そこへ図書館の佐藤さんと神社の千代さんがやってきました。2人はおいしい食べ物をたくさん持っています。皆さん、準備はお疲れ様です。お菓子を食べましょう。と佐藤さんが言いました。みんなで大きな円になってお菓子やおにぎりを食べました。千代さんは、みんなの笑顔がとても素敵ですね。と言いました。教室の中は温かい空気と笑い声でいっぱいになりました。外がすっかり暗くなりました。レオさんがスイッチを押すと、祭りのライトがパッとつきました。色とりどりの光が教室を照らします。わー、きれい。いよいよ明日がお祭りです。夜の公園で盆踊りがあります。たくさんの提灯が赤く光っています。東京の夏はとてもにぎやかです。お祭りで佐藤さんに会いました。みゆさん、こんばんは。佐藤さんは笑顔で言いました。私は元気に挨拶をしました。レオさんもいました。公園の人や花屋さんもみんな笑っています。知っている人がたくさんいて、私は安心しました。私は思いました。東京には高いビルがたくさんあります。でも一番大切なのはそこにいる人です。私は家に帰って田舎のおばあちゃんに手紙を書きました。今の私の気持ちを全部伝えたいです。おばあちゃん、東京には親切な人がいます。困った時に助けてくれる友達もたくさんできました。私は今、とても幸せです。次の日、私はまたみんなに会いました。ありがとうと伝えました。私の日本語は前よりずっと上手になりました。私は夜の空気を大きく吸いました。東京の風はもう冷たくありません。とても近くて優しい味がします。明日はきっともっといい日になります。私は自分に言いました。高いビルの間に小さな星が見えました。その時、
お母さんから電話がありました。来週、カイトくんが東京に引っ越すよ。私は驚いて、それから笑いました。東京がもっと好きになりそうです。